ココイスト動画クリエイター1期生マスターエディケーターの松尾よしこです。今日はココイストの姉妹ブランドジェリストを使った簡単なグラデーションフラワーの紹介をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。はじめにカラージェルを塗布します。E の296番アイボリーシアエッグシェルを塗布していきます。ラウンド筆を使用します。アート用のチップを用意します。今回はココイストのジェリップのオーバルロング4番を使用していきます。カラーを塗布します。今回は春の爽やかで透けた印象にしたいので、カラーは一度のみ塗布していきます。硬化します。次にお花を描いていきます。 E の56番ブルーリーホワイトを用意しておきます。お花を描く時の筆はミニラウンドを使用します。パレットに先ほどの E の56番を出しておきます。まず中心を決めて、ここの中心に向かって花びらを少しずつ描いていきます。ポイントは筆の向きなのですが、平たい方から一気に描くのではなく、筆の向きをこのように縦向きにして花を描いていきます。筆圧をかけて先ほど決めた中心に向かって力を抜きながら一枚一枚描いていきます。この上からまた花びらを重ねますので、このように少し隙間があっても大丈夫です。同じように2つか3つお好きな感じにお花を描いていってください。花びらの大きさは全てが同じで均一な花びらに描く必要はないので、少しランダムな感じで描いてください。硬化します。エクセルクリアマットコートを塗布します。グラデーションパレットのカラーはベースにマットコートを塗っておかないとカラーが付着しないので注意してください。硬化します。ココイストのエクセルクリアマットコートは未硬化ジェルが残るタイプなので、必ず表面の未硬化ジェルを拭き取るようにしてください。次にお花の中心のグラデーションを塗っていきます。今回はココイストの姉妹ブランドジェリストのグラデーションパレットを使用します。グラデーションパレットで指先のグラデーションをするときにはこのようなアイシャドウチップをよく使用していきますが、今回はお花の中心に小さくグラデーションにするだけですので、このようなリキッドファンデーションをのせるときに使うようなスポンジを使用していきます。グラデーションパレットのカラーをこのままグラデーションにしてしまうと色がかなり広範囲で濃くついてしまいますので、このようにツイザーを使ってスポンジを少し小さく切ります。お花の中心にカラーをのせていきます。この後また花びらと別のカラーを重ねますので、中心だけではなく花びら全体に色が行き渡るようにグラデーションにしてください。グラデーションにするコツは、まず一番初めに作った中心のところにカラーをたくさん置いて、花びらの外側に向かってだんだんと広げていくと、このように全体的にグラデーションになります。グラデーションは薄く柔らかくのせていますので、花びらからはみ出して少しベースのカラーについても大丈夫です。そして使い終わったスポンジはその都度捨てていきます。再度エクセルクリアマットコートを塗布します。硬化します。先ほどグラデーションをしたお花の上にもう一度花びらを描いていきます。この2段目の花びらの描き方も先ほどと同じように中心に向かって筆を縦向きにして花びらを描いていきます。
最初に描いた花びらに重ならないように一回り小さめの花びらをランダムに描いていきます。こちらの花びらも全部が規則正しく花びらを描くのではなく、少しランダムに動きがあるような感じに描いていただいた方が全体的にまとまりがいいアートになりますので、ランダムに描くようにしてください。硬化させます。硬化できましたら、再度エクセルクリアマットコートを塗布します。エクセルクリアマットコートは未硬化ジェルが残るタイプのマットコートになりますので、必ず拭き取りを行ってください。マットコートの硬化ができましたら、再度グラデーションパレットのカラーを塗布していきます。先ほどのようにツイザーでスポンジを細かく切ります。先ほどはこちらのブラウンを使用しました。同じカラーでもいいのですが、今回は奥行きを出したいので真ん中のボルドーを使用していきます。グラデーションパレットのカラーは少し取りすぎたなと思った場合は、このようにキッチンペーパーを使って色の調節を行ってください。こちらも先ほどと同じように中心に一番濃く色を置いて、だんだんと花びらの外側に向かって色をぼやかしていきます。2回目のカラーをのせるときは、一番初めにのせたブラウンが消えないように少し控えめな印象にのせてください。次にこのお花の中心にラメをのせていきます。今回は E の193番ブロンズスパングリッターを使用していきます。お花の中心にのせるラメはたくさんのせずに少しだけのせるようにしてください。あまりたくさんのせると最後トップのジェルをのせた時にこのラメをのせたところだけ少し膨れてしまうので、少なめにのせてください。硬化させます。次にニードルライナーを使用してお花の周りに少し模様を描いていきます。この模様は必ず描かないといけないというわけではないですが、空間が少し寂しかったり、より華やかな印象を出したい時には模様を描いておくとおすすめです。硬化させます。最後にウルトラグロッシーノーワイプトップコートを塗布して完成です。硬化します。こちらで完成です。皆さんもぜひ真似して作ってみてください。カラーを変えて作っていただいてもこれからの季節にぴったりだと思います。真似して作ってみたよという方はインスタグラムでハッシュタグココイスト OK と書いて投稿していただくと、インスタグラムのココイスト公式アカウントでご紹介させていただくかもしれません。私のインスタグラムでもたくさんのアートを紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ココイストマスターエディケーターの松尾よしこでした。